しくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうしましょう。ヘアドネーションをしたくて、いいことじゃないですか。結構頑張って伸ばしたんですけど、ね、ただ、結構ギリギリ、娘が去年やったんですよ、ヘアドネーションを。で、切ってもらって、こうすごい丸いショートボブになったんです。そうじゃなくって、結構切りっぱなしの肩につくぐらいできるんだったら、30センチあればいいから。そうですよね、31センチかな、なんか、ね、ありますよね。はい、なんかやべえ、この店、定規がないかも。これ25センチだっけ？15センチ定規ならありますよ。15センチ定規2倍でいこうか。いけますかね。そう、去年の娘がですね、こんぐらいだったんですよ。で、この間のはその肩ぐらいになるのかなと思ったら、こんぐらいだったんですよ。結構いきましたね。おおと思って、これになっちゃうのかと思って、私もやろうかなってこの時思ってたんですけど、ちょっとこんな短くなるんだなと思って、半年ぐらい伸ばしたんですけど、できれば31センチのギリギリのところで、でも欲を言えば結べたりとかしたら嬉しいな。あ、オッケーオッケー、全然大丈夫だと思います。できますか？ちょっと一瞬お待ちください。15センチ、まず測ります。こいつを。22センチ。22センチ。22センチと8センチですよね。ここか。なんで、まあこれでいけるんじゃないですかね。いけますかね。はい。で、超ギリ。ただカットの具合でやっぱこの辺前後するんで。そうですよね。はい。で、後ろどうだろう。あ、でも後ろの方が長いです。ああ、後ろ余裕ですよ。あ、そうですか。後ろ短めの前下がり切りっぱなしみたいな感じにします。それなんか似合いそうだけど。本当ですか。なんか様子が私全然イメージがどのぐらいできるかどうかが分からなくて、これってそんな感じですか？ああ、でもそれ短くないですか？これ短いんですよ。なんかこれはもうプラン B な感じ。でもどのぐらいになるのかな？このぐらいにはなりますか？うん、全然いけますよ。本当ですか。じゃあできるだけ長さ残しつつ、ちょっと切りっぱなしなこんな感じのおしゃれな感じの。いきましょうか。できますかね。もちろん。はい。じゃあ早速いきましょう。お願いします。じゃあちょっと後ろお願いします。履歴はストレートの履歴はないですかね？ないです。お、じゃあ綺麗な紙ですね。じゃあこっから30センチ。30センチ定規を買おう。やめとけよ。おい、なんでよ、さっき。揺れる。カメラが揺れる。カメラが揺れる。じゃあしっかりとね、30センチできるようにいきましょう。OK です。カラーどんな感じが？カラーも柔らかい感じがいいんですけど、明るめの方がいい。今すごい明るくなっちゃってるんですよ、これ。これは明るくなったパターン。はい、明るくなったパターンです。なので、まあでも別にその暗くしたいとかはないんですけど、ちょっと落ち着かせて柔らかい感じ。じゃあちょっとブルー系にしようかな。ブルーグレーみたいな感じにしといてあげると、ちょっと柔らかくなるんで、そこら辺でちょっとやってみましょうかね。はい。色はお任せいただいていいですかね。はい。大丈夫です。はい。いい感じします。わかりました。はい。じゃあ早速行きましょう。はい、お願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい。でもって、でブロッキングなんですけど、ヘアドネーション多分美容院の人結構言われることもあると思うんですけど、こうやってブロッキングしちゃうと上と下すごい難しいんで、結構ちゃんとスタイルを切るときは上下で分けてあげた方がいいです。で、はい、シリコンゴムで、まあ今日思い描くのがここら辺で跳ねる前下がりボブなんで、それのほんのちょっと下を狙います。時間かかってもちゃんと細かくブロッキングしてあげるといいですね。その方がフォアとのカットが楽です。これである程度のところで引く。くるんですかね。よし。じゃあまあブロッキングなんで飛ばしちゃいます。はい。じゃあこんな感じでブロッキング終わりました。さあ、じゃあ切りますね。お願いします。はい。じゃあ行きますね。行きます。はい。おお。さて、よし。相当切れるハサミなんでこれは。よし。すごい。でも髪質がすごい綺麗なんで喜ばれると思いますよ。よし。おお。よし。ラスト。いきます。お疲れ様でした。すごい、でもバッチリ。これは喜ばれる髪だと思うんで、ちょっと後でブローしてアイロンして綺麗にしておきます。はい。じゃあカラーいきたいと思います。はい。じゃあカラー準備。
はい、っていうことで、ヘアドネーション用のカットが終わったんで、先にカラーしちゃいます。今日ちょっと色味を、明るさのレベルを落としながら、ちょっとグレーブルー系にちょっとして、少し抑えていこうかなと思うんで、はい、薬剤紹介、こちらです。はい、まあおなじみリトーノ、アルテマリトーノの 14N ディープブルー5メタル。これは、N ドットのカラーですね。新しいカラー、高発色のメタル系のカラーです。これを2対1対1。要は、色味と 14N が1対1。で、4.5 パーオールです。で、逆だ。天才糖と、過密改善 GLT と強化アップ活性ケラチンのペラフェクトコネクターと、あとはツヤと潤いハウタム。はい、盛りだくさんです。じゃあ塗っていきましょう。もう頭軽くないですか？すごい重たかったですよね。ポニーテールとかしても。そうですよね。手袋入らないあれ。持った持った。うるさいわ。さあ行きましょう。お嬢さんもやって親子でヘアドネーション。そうなんですよ。素晴らしいじゃないですか。でも本当、途中でやっぱりしれっとやめようかなと。なんで？長く伸ばすのが大変で。伸ばすの大変ですよね。そう、結構大変でしたね。だからずっともうしようと思ってからは、半年ぐらいはもうカラーとトリートメントしかしなかったんですよ。カットせずにずーっと伸ばしてて。それでもやっぱもう扱いが大変。大変でした。なんかちょっと言ってしまった限りは。やらないと。そうなんです。でもすごい。いや、短いのも似合わせます。大丈夫。そう。短いのが、でも何年ぶりだろう。どんぐらいですか？ずっと長いんですけど、肩ぐらいが多分、娘が赤ちゃんの時だから8年ぐらい前だった。なるほどね。でも多分それより今日多分短いから、そのぐらいの長さはもう大丈夫。お嬢さんの仕上がりみたいにはちょっとあれはあれで可愛いけどね。ダメみたいな言い方今。あれはあれで可愛いけど。あれはね、あれでまあ可愛かったんですけど、ちょっと私の中で衝撃で、と思って、そんな短くなんだと。ちょっとマッシュルームっぽかった感じ。そうなんですよ。しかもバレエしてるから、バレエ髪の毛長さなんですよ。なんか私の計算では、まあ大体ちょっと結べるぐらいのボブかなと思ってたんですけど、もう全然もうほんと襟足が2センチぐらいしかなくて。ちょっと待って、美容師さんには伝えたんですか？伝えました。一応ね。結べるようにって。結べる。バレエはやっていると。バレエ、なるほど。ただまあここから切ると、まあ大体こんな感じの仕上がりですっていう感じで、ザクザク。なるほどね。いや、でも分かる。このね、結んで切るというのは、やっぱね、ちょっと難しいんですよ。だから、かといって、できる限り長い毛束を寄付していただきたいっていう、いろんな気持ちがね。はい。わかります。いや、だからなんか難しいことなんだろうなっていうふうに思ってたので、今日私ちょっとビクビクしながら。大丈夫なはずです。はい。間違いない。じゃあ、僕はもう、僕のことはご主人からなんとなく聞いてたんです。はい。シャンプーも最近使わせてありがとうございます。めっちゃいいです。ありがとうございます。打ち合わせしたかのような。はい。本当に。そう、なんか今まで子供と一緒に、本当に薬局のシャンプーを使ってたんですけど、今も私だけのシャンプー。ありがたい。お子さんはまだちょっとね、ノットのシャンプー早いですよね。そう、何にもしなくたってね、なんか、本当水で洗ってもツヤツヤしてるのに。そうなんですよ。大人向けですから。ね、全然違いますね。でもなんか思ったより男性が、みんなご主人が使い始めて、なんか抜け毛が減ったからって喜んで、で、それで、もう使われて、もうって言いながら、詰め替え用を買ってっていただいて、結構いるよね。まだ使わせないですね。まだそう、まだ使わせない。私出入りするとき一緒に自分と一緒に入るからそのシャンプー置いてないんですよ。なるほど。シャンプーと一緒に入るのお風呂。なるほどね。マイシャンプーだから。自分が入ってないときはそのお風呂場にはない。そこにはね。じゃあそれは安心ですね。そうなんですよ。全国の女性の悩みあるあるですか？だって勝手に使われる。確かに。すごい、じゃあご自身で編集もされてるんですね。そう、普通にしてますよ。すごい。そういうのはもともとされてたんですか？なんか2年ぐらい前に始めて結構楽しく。もう YouTuber ですよ。すごいですね。この子編集に追われる人生ですよ。それも本当に YouTuber です。発言が YouTuber。投稿時間が
には間に合わないっていう YouTuber の方と一緒ですよ。寝られないっていう YouTuber の方すごと。い確かにヒカキンヒカキン言ってました。テレビで言った。そうそういやもうそれは次元はヒカキンとは違いますけど。何日までにやんないとなっていう締め切りがやっぱ追われます。漫画家みたい。漫画家みたいな。そうそう。いやでもそうすごいですよね。そう考えると週刊誌ジャンプとかさ、の漫画家さんとかってすごくない？そうだって期限に合わせて物語を考えて書いて、まあいいやって感じだったらね。ね、そう。まあいいやでじゃあ。まあいいやっていう人いるよね。います？あれ？全然ずっと書いてない人いるよね。あ、います？うん。あの人、悠々白書の人。あ、書いてないんですか？悠々白書の人書いてないよね。なんだっけ？そうなんです。あの漫画。ハンターハンターです。ハンターハンターだ。あれ違いましたっけ？え？何書いてます？富樫さん、そう。何書いてますか？言いました。レベル E、ハンターハンター。あ、危ね書いてた。ファンに怒られそうだったと思って。書いてないんですか？レベル E がずっと止まっている。止まってる。あれ違うかな？わかんないですけど、どうなんだろう。私は悠々白書しか。私も悠々白書はなんか見たことがあるな。そう、悠々白書、まああれですもんね。奥さんも漫画家なんだよね、この人。なんだっけ、ランマ2分の1じゃないよ。あ、ごめんなさい、間違った。セーラームーンです。おお、セーラームーンめちゃめちゃ時代ですよ。そう。僕もですよ、もちろん。あ、本当ですか？知ってますか、セーラームーン。知ってますよ。もちろん。本当ですか？何ですか？何キュアだっけ？プリキュアですか？プリキュアも世代ですか？プリキュア出てこないのやばいっすよ。一回も見たことないんだよ。私だって初期の2人はプリキュア見てます。が世代ですか？そうですね。お姉ちゃんがお邪魔女かセーラームーンぐらいなんで、私見てましたよ、プリキュア。2人はプリキュア。すごい。初代か。初代。プリキュア、ご存知ですプリキュア？プリキュアですよね。娘さんがいらっしゃるから。あ、そう。やっぱりめっちゃ。自分では見てないですよね。自分では全然。ちゃんともう。ママレードボーイ世代。そうです。そう、ママレードボーイ。ママレードボーイ世代。おいくつですか？今年40。私37です、今年。あ、ママレードボーイ世代。そうですよね。ママレードボーイ。そう。ちゃんと戦隊ものから始まり。これどっか前の動画でも喋ったね。ずっと見てます。金魚注意報。金魚注意報。なんだっけ、金魚注意報ってなんか。ワッピーコの天気予報ですよ。全然わかんない。ギョピちゃん。わかるようなわかんない。わかるよ。何の話してるんですか？これしかも前の動画でも喋ってる。プロ返したのは長さんですよ。いや、俺もうすごいママレードボーイと金魚注意報がすごい。金魚注意報ってなんだ？金魚の注意報アニメですか？アニメ。僕がずっと見てたのはママレードボーイ金魚注意報なんだっけ？天使なんかじゃない？あ、天使なんかじゃないは専門学校であれだったんですけど、パプワ君って知ってます？あ、知ってます。パプワ君。ウーバー。そう。あれ知らないでしょうね。パプワ君知らない。慎太郎でしたっけ？しんちゃん。あ、いや、一人だけ人間がいる。あの子、慎太郎って名前だったん違う、ですか？わかんない。パプワ君で。パプワ君っていうなんか変な島にいる。そう。パプワ君。南国少年。謎ですよね。南国少年パパ君。もう一回言ってみちゃう。パパ君。お前なんだその発音。パプワ君だよ。パパ君。なんかそういう感じなんだ。慎太郎でしょ？全然まだ出てくる。すごいなんか悪そうな顔してる。どっちがパパ君ですか？小さい方。小さい方。葉っぱ巻いてる。葉っぱ巻いてる。この横の変なタヌキみたいなのは何ですか？タヌキみたいなのはチャッピー。そうかも。なんかそんな名前だった気がする。丹野くんっていうのは魚で足だけ編みたいやつなんですよ。読め。お前漫画好きやん。出てきた。これですか、丹野くん。そう。まあ衝撃的なビジュアルですね。なんで漫画の話だよ。じゃあこれでいいか止めます。はい、すみません。今温まってるんですね、これ。そう、徐々に温まってます。すごい。これでさっき入れたトリートメントたちが全部固まってきます。じゃあゆっくりしてください。ありがとうございます。はい、失礼します。バッチリじゃないですか。この後アクアCMC ですね。オイルトリートメントします。めっちゃツヤツヤにしたいんでいい感じのカラーになってます。こういうちょっとブルーグレーですね。メタルとディープブルーが合わさって綺麗な色になってます。もうコーミングがスンスン通りますよ。長くないから。そうですよね。
先の方で絡まってました。絡まってました。はい。でも髪質すごくいい。でも本当シャンプーも使ってもらっててありがとうございます。いえいえ、あのシャンプーでちょっと復活しました。復活した。よかった。本当になんかボソボソで、これは大変だと思ってたんですけど、本当に復活した。そう、結構復活しますよね。うん。大丈夫。今日バッサリ切ったんでさらにいい感じ。そう。意外にそして髪の毛は太くないけど量はあります。でもなんかちょいちょいめっちゃ太い髪があるんですけど。ちょいちょい太い。何ですかね。それ。なんか細いのに紛れてる。そうそう、なんかあれこれ私の毛みたいなのがちょっと見てみます。あと5分ほどお待ちください。はい、お願いします。はい。撮ってなかったね。早っと思って。喋んじゃねえよ。もう一回言っていい？色落ち着きました。岩崎は録画ボタン押すの遅いから。怒ってる。よし、行きましょう。おしゃれな外羽根っていうか切りっぱなしボブで大人っぽく見えるんだけどラフな感じ。とりあえず抽象的な感じで。そう。オッケー、大丈夫、かっこよくします。今よりちょっと短くなりますね。はい、行きましょう。はい、じゃあカットいきましょう。ちょっと下向いてくださいね。はい、失礼します。結構ドネーションやって、ヘアドネーションやって、さっきみたいに細かくブロッキングしないと、ここでもうラインがガッタガタになってる人が多いんですよ。だからちゃんと丁寧に取ってあげてください。そうすると短くなりづらいです。で、レザーカットですね。レザーでまずワンレン切りっぱなしボブ作っちゃいます。後ろが一番短くなるように切っていきます。はい。ちゃんとラインが出るよう。ワンレングスでここは一直線になるように切ります。はい、次の段。まあ難しいことは特にないですね。まずは本当にワンレングス切って、で、どっちかというと質感で勝負したいんで、ドライカットをきれいに柔らかく仕上げていこうかなと思ってます。はい。まあレザーで切るからアウトラインが柔らかく肌に馴染んでくれますんで。よし。で、横に行かないで、後ろにフォームを引っ張ってきて、まず切る。まあ切るとこないですね。ちょっと飛び出たのがいるぐらい。で、それで横に来て、まあ正面向いてください。はい。それで、レングス合わせていく。こんな感じですね。はい。逆も一緒です。横に行かないで、後ろでまず切って、この一直線のライン上で切って、で、横で切る。そうすることによって、穴が開かないですね。このボブ系で穴開いたら結構最悪なんで、少しでも穴の開くリスクっていうのを減らします。はい。そしたら、一応まあ外に跳ねさせたりするんですけど、内巻きにすることもやっぱ多いと思うんですよ。なんで、しっかり C シェイプのイングラ入れます。そうすると、内に入りやすい。はい。このイヤートゥーのところで、まずに2箇所入れたら、三つ襟で C シェイプ。これでどんどん一気に内に入りやすい。そしてもう一回下向いてください。このネープの先端を一応やっておきますね。ネープの先端も跳ねやすいんで。左右からイングラはちょっと内側が短くなる。はい。じゃあもう一回真正面向いてください。はい。イヤーというところで前で、ここ。で、前からも入れる。で、ここの C。これですね。これを三つ襟。はい。こうすると一気に入る。超簡単。はい。そしたら、前髪なんかご希望あります？前髪、どうしましょう？なんか、似合いそうなのは、ちょっとボリューム出しつつ、ちょっと今、少ないんで、ちょっとこう、増やして、この頬骨あたりで後ろに流れていくとかどうですか？絶対いいと思いますよ。一回やってみましょうか。リスクは少ないです。よし。なんで今前髪の分量が多分少ないんで、ちょっとこれを大まかに取って上に上げると、これが前髪なんですね、今。この前髪のところに被ってくるこいつら。ここですね。このトップの毛をチョップで切ります。で、もう一回。よし。あとはドライで切っていいんですけど、とりあえずのざっくりの前髪の深さっていうのを少し増やしました。そうすると、こう、前髪でここで一回ひし形ができて、ここが跳ねると。もしくは内巻きになるとかっこいいかなと思います。よし。じゃあ乾かしましょう。はい。乾かす前 PLT ですね。おなじみ PLT ミスト。リンクオイル。さあ、お疲れ様です。前髪のこの感じ良くないですか？はい。色も。はい。そして思ったより長さ残ってた。残ってます。オッケー。残ってます。よし。じゃあちょっとさっきの前髪のこのあたりを
チョップで削って、横からちょっとずつしてもらって。ここですね。今日が前髪あったのがここだけだったのを、ここまでガサを入れることによって流れる。まあ、サイドレイヤーまではいかないですけど、ここら辺にすごいちょっと大人っぽい流れができればいいかなと思います。まあ、全体チョップカットいきましょう。これのやつですね。バッサリ切ったんで、確実にブラントカット。レザーで切ってはいるんだけども、ブラント残ってるんで、それを落とします。もう切った順でいって大丈夫ですね。まあ、レザーで切ってるんで横スラまでしなくても、縦でスピーディーにいってもいいかもしれません。取ってこの一手間が意外に再現性の高さだったりカットの持ちの長さだったりっていうのが決めるんで、このチョップカットははしょらないように。よっぽど毛量少ないモデルさんとかお客さんだったら別ですけど、よし行きましょう。なんとなくのこの流れ。これですね、チョップカット終わっただけでこれぐらい綺麗な形ができてます。この後、量を少し取っていきましょう。はい。まあ、下からスライドでいきますね。もう一回グッと下向いてください。はい、失礼します。もう毛束取ってスライドでいきましょう。これぐらい切った時はちょっとセニング入れてもいいですけどね。まあ今日はせっかくなんで、ちょっと柔らかさを出していきたいから、ドライシザーで柔らかくスライドカットいきます。こんな感じですね。こう人差し指両方で取ってテンションかけて下側を削るイメージ。これをスピーディーにやりますね。いや今あれなんですよ。今僕のお腹が鳴って岩崎はそれをひたすら乗ってましたよね、さっきから。違う、もう4、5回なって。さっき食べたのはやめろよ、恥ずかしいじゃん。なりやすいよね俺。消化中ですかね。消化してます、はい、待ってちょっと待ってお前何その顔どういうこと？4、5回なってんのになんか何事もなくスイスイ。美容室あるあるだろう。スタイリストのお腹が鳴ってもそのままカットを続ける。はいはいはい、失礼します。お腹が空いてるわけじゃないですからね。満たされてはいるんです。満たそう。どうですか？結構友達から連絡来ます？ですか？来ました。おお、ついにって来て。ついに来た。そう。すごい長かったから。ああ、そうですよね。長いね、長くなったねってずっと言われてて、ずっと説明してたんですよ。その長い経緯を。長い経緯。そう。だからついに。ついに切ったねっつって。大丈夫。切った方が良かったねって言わせますよ。ああ、嬉しいですね、それは。よし。もう全体的に少し軽くしましょうね。よいしょ。アフター見るの楽しみにしてるってきます。おアフターもきっちりかっこよく撮って、インスタ用に撮りましょう。色バッチリですね。ね、色いいですね。すごいかっこいい。そう、どうしてもなんか明るさが出やすそうな髪だったんで、薬のパワー結構抑えたんですよ。抑えて青を入れて、明るいのがキープしたいっていうようだったらグリーン系入れてたんですけど、どっちかっていうとちょっと抑え込みたいっていう形だったんで、ブルーとまあメタル系ですよね。そう入れてちょっと発色種して。こっちから欲しいな。スライドカット入れてこういう形の顔面の前髪ができてます。よし。そしたらいつもの耳後ろですね。耳後ろにルーツにここはしっかり入れます。そうすると耳にかけた時とかにしっかりと収まりの良くなります。逆サイ同様ですね。はい。で、こんぐらい切るともうサイドと後ろの髪の毛の差があるんで、後ろのこの下段部分ですね。ここに関して軽くルーツセニング入れます。スライド入れた後なんでほんとサクッとでいいです。で、中段まで。表面は入れない方がいいですよ。で、サイドとの差を埋めてあげるといいですね。サイドの量にできる限り近づける。以前の動画、西さんとやった動画かなでも、言ってたんですけど、この横と後ろの境目が分かるようだとカットは失敗です。しっかりとそこは分からないように量を取っておきます。でも取りすぎ注意で。だからスライドとチョップやって、スライドやって、で、最後の仕上げ段階で、こう、セニング入れてあげるとちょうどいいですね。じゃあ前髪最後整えましょう。はい、同じくレイヤーの場所に持ってって、
またなりましたね。今日やばいね。大きめに。一回こうになるとダメなやつね。はい。よし、行きましょう。はい。こういう感じ。真正面から映せるかな。この流れとこの流れを作りました。はい。一回毛飛ばします。さあ。じゃあ少しスタイリングいきます。まずマジックカーラーで前髪を大きめに取ってあげる。40ミリのマジックカーラーですね。くるっと取っといてあげて。で、今日は外羽スタイリングでいきます。GLT 入ってるんで熱入れしっかりしてください。ストレートアイロンで今回はやらないんで、その分カールアイロンでやるときはじっくりとやってあげるといいですね。家だとサクッとでいいです。今日トリートメントを固めるためのアイロンっていうのをしなきゃいけないんで、それをちょっとゆっくりめにやりますね。襟足一回外に編んでさせます。中間から。できる限り奥から。よいしょ。で、中段も外羽にしましょう。結構 GLT 終わった後の意味の結合を作るときにカールアイロン使いたいんですけどっていう美容師さんの質問結構来るんですけど、使っていいと思いますよ。全然作用はほぼ一緒だし、ただ表面の毛にとんでもないツヤを出したいっていうんだったらやっぱりストレートアイロンの方がいいし、そこら辺は使い分けて、別に熱入れがすごい甘いからって効果がゼロになるわけじゃないから、そこはねお客さんの要望に応じてですね、せっかくなんか今日どっか行く前に来てるのに超ストレートストレートがいいっていうんだったらあれですけど、ちょっとカールさせたいっていうお客様とかももちろんいらっしゃるんで、同じくちょっと外にトップですね。よし。はい、そしたら前髪外します。よいしょ。外して、この流れが出たところに軽くカールアイロン。よし。よし。そしたらアローディアのデンスオイルですね。よし、ちょっとラフっぽい感じで別人ですね。変わりました。変わりましたね。はい。一回このクロス取りますね。よし。はい。わあ、めっちゃ短くなった。結構おしゃれなこのレングスじゃないですか。はい。ちなみに見ていただくと、こういう感じ。おー、いいですね。ちなみに結んでみてください。余裕だと思う。あ、結べる。バッチリ。うん。ありがとう。お嬢さんの結び目。襟足2センチ。そうですね。結べる。そうそうそう。で、こうなんとなくはいラフに、軽くもう適当に全体内巻きでもいいし、今みたいに下もう外に跳ねさせちゃってもすごくいいと思うから、なんかいろいろできると思います。はい。いいんじゃないですか。真正面気味から少しもらうかな。よし。っていうか超軽くないですか。めっちゃ軽いです。めちゃめちゃ軽いです。すごい。バッチリ。はい。 OK です。はい。じゃあそんな感じですかね。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと最後、アイロンしましょう。こちらを。その毛は。すいません。そうよし。軽い。しかも結べる。いや、もう絶対結べないだろうなと思って。すごい。結べますよ。結べる。いやでも分かるんです。僕もミスったことあるから。めっちゃ短くなったことがありましたか。そう、いやなんか普通に粗切りというかこのドネーションやるときに、上の毛を切りすぎちゃうんですよ結構。上の毛。そうこうやって結ばると上が短くなりがちなんですね。そうだからそれを計算しないで一気にやっちゃうと変なレイヤーが入って、レイヤーだったら結構うまくいくんですけど、ボブって言われるとすげえ短くなるんです。そっか、それに合わせちゃうから。そうそれをね分かってると分かってないのでまた変わってくるから、一度失敗すればみんな気づくはず。ドネーションはねやっぱ流行りだから結構皆さんやられる方多いんで、最近はなんか直接友達とかに寄付できるところってわかんない。僕全然自分で応募したこととかはない。お客様に持って帰ってもらってやってもらってるんであれなんですけど、なんか友達にどうしてもあなたの髪が欲しいって言われたからっていうお客さんいまして、そういうのもあるんですね。じゃあそれ自分でウィッグ屋さんとかに持っていく感じですか。多分そうじゃないかな。知らなかった。そういうのも身近にねそういう病気になっちゃった人がいるとかだったらあれですけど、アイロンしたんで。ありがとうございます。ツヤツヤになった。ツヤツヤになりましたね。いい感じ。そう。よかった。じゃあこれ後でお袋に包んで。はい。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと最後。でこの耳周り少しふわっとさせてあげると、そうかっこいいかなと思います。よし。はい。ありがとうございます。
はい、じゃあそんな感じで今日はヘアドネーションありがとうございました。ありがとうございました。お役に立ててよかったです。はい。あとは髪の毛がお役に立てるはず。そうですね。はい。じゃあこんな感じで、ヘアドネーション時のカットの注意点ですね。今日はやらせていただきました。あとは、ブルーとメタルを使ったツヤ系カラー、透明感カラーっていうのをやりました。はい。本当明日から楽しんでください。はい。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。別人じゃないですか。いや、めっちゃ明るくなりました。本当ね。いい感じ。よいしょ。マジ雨気をつけてくださいね。本当ありがとうございました。じゃあまたお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。お、漏れてる。漏れすぎ。お疲れ様でした。なんだお前。薬の副作用ですか。いやマジ超眠いんですよ。でもジンマシンは出なくなったからいいんです。手荒れの副作用じゃない、手荒れの薬の副作用。お前今日絶対ヒートテック着てんだろ。着てますけど。勝手に冷房にしたでしょ。冷房できないですもんここ。寒くしたし。はい。おい。暑いなと思って。あ、寝よう帰って。あ、寝ちゃダメなんだった。やることがいっぱいあるんです。さすが忙しい警備用紙。なんかダッサ。忙しい警備用紙。ネーミングセンスのダッサ。じゃあお疲れ様でした。またねー。